今日は首のところからぐるぐると編んでいく前開きの羽織るものを作っていきます。でまだ途中で糸がついてるんですが、袖はないタイプです。で作り方は、以前セーターを編んだ時には伸びる中長編みで始めて、でぐるぐると編んでいったんですが、今回は伸びない方がいいので普通の中長編みで始めています。その分簡単なのと、あとこれは4箇所増し目をして形を作っています。こことこことこことここで、この増し目の方法は模様編みをしながら自然と増し目ができていくので、あまり難しくないと思います。で色は2色、これもまだ途中なんですが、こういう感じで色を変えて簡単なんですが変化をつけて編んでいこうと思っています。で使用する糸を紹介します。ダイソーさんのウールブレンド、色はミルキーホワイト、40g で約62メートル、材質はアクリルとウール、使用かぎ針の目安は8号。今回私はこれを10号で編みました。6ミリです。なのでもうちょっと細い針でも大丈夫かなと思います。これがあんまりギュッとしていないので、もうちょっと細くても大丈夫そうです。あと下の違う色の方、これは同じくダイソーさんのメランジテイストのベージュ、60g で約108メートルで、アクリル 100%、7号と8号、これがバーコード、こっちも、あとはマーカーととじ針を使います。まず鎖編みを編んで首の周りに当ててみて、好みの長さになるように長さを調節します。できつめにしたい時や、あと緩めにしたい時とか、それに合わせて鎖の長さを決めます。でこれが鎖が50個だとして、この50個の中でこの増し目の位置を決めていきます。でこの増し目の部分を決めるのがちょっとややこしいので、大体のパターンを書いておくので、それに近いものを選んでもらって、これが50目で、あといくつかのパターンの中の一つが52目だったら52目で合わせて、でマーカーをつけて増し目の模様にします。好みの長さになるまで鎖編みをしていきます。この長さを編んでいきます。鎖編みはゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。でしばらく編んだら実際に首に巻いてみて、で好みの長さにします。ちょっと襟ぐりを広くしたい時にはそれも含めて鎖の長さを決めます。増し目と増し目の間隔をどれぐらいにするかによって
必要な作り目の数が変わってくるので、今編んだ鎖編みの数をそちらに合わせてください。この鎖編みの状態よりも出来上がりのサイズは少し長くなると思います。どれぐらいかはっきりはしないんですが、私が52目で編んだ場合には、何週か何段か編んだ後には53センチになりました。最初はもうちょっと短かったんですが、少し広がるようです。で、まず鎖編みを編んでいきます。鎖編みが終わったら中長編みを編んでいきます。普段は中長編みを編むときには鎖2つで始めるんですが、今回はちょっとだけ緩めの鎖1つ、針から戻って2つ目に中長編みで、裏返してこの裏山に中長編みを編みます。針から1、2で中長編みなので絡めて、3本を一度に引き抜いて中長編みで、これで鎖1つと中長編みが1本。今回はこれを最初の中長編みにします。これで1本。この中長編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖ではなくて中長編みの頭で、次からは1つの目に1つずつ中長編みを編んでいきます。隣の目にも中長編み、このまま端まで中長編みを続けます。端まで編んできました。必要な数だけ中長編みがあるかを確かめます。このマーカーをつけた中長編みから数えていきます。私は52本。必要な分だけあったら端の目に中長編みをもう1本、この最後の中長編み、この端だけは中長編みを2本、ここだけ2本。これから毎段最後の目にだけは2本、他は1本と編んでいきます。2本編んだら増し目をするところにマーカーをつけていきます。で、今編んで裏返して、で増し目をするところ、これはこういう状態で増し目をするところにマーカーをつけている状態。これを分かりやすいように開いて、こういう感じで数えていきます。で、9個飛ばしてマーカー、7個飛ばしてマーカーというふうにまず右側にこの長い糸が来るように置きます。で、端から数えて9個、2、4、6、9個数えて次の目にマーカ
この数は飛ばす数です。スキップする数。この分スキップして次の目にマーカーで、マーカーの次から数えて7個スキップしてマーカー、マーカーの次から数えて7個、2、4、6、7の次の目にマーカー、次は18個、18個で19個目にマーカー、次は7個飛ばします。7個飛ばしてマーカー、最後は8個、ここは8個でこっち側は9個で2段目を編んでいきます。鎖を1つ裏返します。鎖の根元に中長編みを1本、ここにこれが1本目の中長編み。次から1つの目に1つの中長編み、マーカーの手前まで続けます。次は引き上げ編み。引き上げ編みは下の中長編みの間に針を入れて糸を引き上げます。下の中長編みの間で表から針を入れたら表に戻ってきます。で糸を引っ掛けて引き上げます。これを長編みでします。でどこに針を入れるかというと、このマーカーのついているところの下、曲がっていると分かりにくいんですが、マーカーのついている下はここ、今ここに中長編みを編んできて、その斜め下になります。今編んだ中長編みのすぐ下、ここに引き上げ編み、長編みでするので絡めて、でこことここの間、今中長編みを編んだのがここで、その次で表から表に戻ってきて引き上げて長編みをします。2本2本、これで引き上げ編み。次は中長編み。中長編みを入れるところはちょっと裏返して、さっき中長編みを編んだ次の目、中長編みを編んで引き上げ編みを編んで次の目、この引き上げ編みの
影になっているところ、裏から見るとどの目にも中長編みが入っている状態で、次は中長編み1本編んだら、次はまた引き上げ編み。今度針を入れるのはさっき引き上げ編みをしたところ、同じところに針を入れて引き上げ編み。長編みでするので絡めて、でちょっと戻って同じところで長編み。これで引き上げ編みと中長編みと引き上げ編み、こういう模様にします。次は中長編みを編んだ次の目、後ろから見ると中長編み、引き上げ編み、中長編み、引き上げ編みで中長編み。どの目にも中長編みが入っています。次また一つの目に一つの中長編み。で次またマーカーのところ、マーカーのついている下、引き上げて長編み。引き上げ編みの次は中長編み。裏を見るとさっき中長編みをした隣、この引き上げ編みの影になっているところ、次は同じところ、引き上げ編みをした同じところ、で次は中長編み、また引き上げ編みの影になっているところ、裏から見るとどの目にも中長編みが入っています。次また中長編みで、またマーカーのところ、引き上げ編み、中長編み、引き上げ編み、中長編み、こうしてここ、これで、引き上げ編み、中長編み、引き上げ編み、でまたマーカーのところまで一番端、
でこの段の最後は2本、最初はなくて最後だけ2本にします。これで2段目が終わりました。こういう感じの増し目になっています。次は3段目。さっきと同じように鎖1つ裏返します。鎖の根元に中長編み、で増し目をしたところの手前まで普通の中長編み、でここがへこんでいるところがさっき引き上げ編みをしたところ、引き上げ編みしたところの裏は少しへこんでいて、引き上げ編みと引き上げ編みの間の中長編みはちょっと出っ張ってる感じ。ここに引き上げ編みをします。この引き上げ編みは引き上げ編みの上には普通の中長編み、普通の中長編みと引き上げ編みと中長編み、この次は中長編み、このどの目にも中長編みが入るようにします。どれも飛ばさないで、すべての目に中長編み、引き上げ編みの次にこの目に中長編み、こうすると模様がちょっとはっきりと浮き上がる感じになります。でまた同じように中長編みを続けていきます。でまた引き上げ編みをしたこっちから見るとくぼんでいるところ、くぼんでいるところの真ん中に引き上げ編みをします。くぼんでいるところには普通の中長編み、真ん中には引き上げ編み、次は普通の中長編みで裏返してみて、どの目にも中長編みを編むように、ここにも忘れずに編んでいきます。でここからまた次のマーカーのところまで普通の中長編みを続けます。でまたくぼんでいるところ、くぼんでいるところには中長編み、間には引き上げ編み、次は中長編み、ちょっと影になっている目に
中長編みで、またずっと中長編み、端まで編んでいきます。端の目には中長編みを2本、同じところにもう1本、これで3段目が終わりました。次は4段目、鎖を1つ裏返して鎖の根元に中長編みでマーカー、ここからまた増し目のところまで普通の中長編みをしていきます。前の段で引き上げ編みをしたところに同じように引き上げ編み、ここに引き上げ編みをします。ここがつながるように、でここと同じように引き上げ編みの次は中長編み、この引き上げ編みの影に一目あるので、ここに中長編みで、次は引き上げ編み、ちょっと戻って前と同じところに針を入れます。引き上げ編み、中長編み、引き上げ編み、次は中長編み、またこの引き上げ編みの影になっているところ、ここか、で次からまた次の増し目のところまで編んでいきます。でまた前の段で引き上げ編みをしたところに引き上げ編み、ここがつながるように引き上げ編みをします。ここがつながる感じ。次は中長編み、でまた引き上げ編み、ちょっと戻って同じところ、でここからまた普通の中長編みで、次も増し目をして端まで編んでいきます。端の目には中長編み2本、これで2本で、次の段鎖1つ裏返します。鎖の根元に中長編みで、ここからまた増し目のところまで一つの目に一つの中長編みを続けます。ここまで増し目をしたところの裏まで来ました。引っ込んでいるところには中長編み、この引き上げ編みをしたところ、引っ込んでいるところには中長編みを編んで、次は引き上げ編み、引
込んでいるところには中長編みで、裏を見てどの目にも中長編みで、また続けていきます。こんな感じでちょっとこの V の字がずれた感じでつながっていきます。もう一回この部分を編んでみたいと思います。で、また模様の裏側、引っ込んでいるところには中長編み、真ん中には引き上げ編み、引っ込んでいるところは中長編みで、どの目にもで、次もこういう感じで端まで編んでいきます。端までいったらまた一つの目に中長編みを2本、模様を編んでいて端では2本で、鎖一つで立ち上がって裏からまた中長編みで、ここでまた引き上げ編み、中長編み、引き上げ編みと編んでいきます。19段編んできました。長さは約21センチで、これぐらいでこの部分を終わりにしてベージュの部分に移りたいと思います。で、移る前にちょっとだけすることがあって、編みたいのはこういう状態にしたくて、今はこういう感じ、この襟ぐりを揃えると今こういう感じで、これをこういう形にしたいので背中のところを少し長くします。背中の部分だけを少し何段か編んでいきます。こっちが表で背中のところ、ここから新しい糸を持ってきて往復編みで編んでいきます。この模様の右側の引き上げ編みの上、ここが一番とんがっているので、ここに針を入れようと思います。この模様のこれは多少ずれていても大丈夫です。で、後ろに添えて糸を引き出してしまって一回結んでおきます。これは後で針で糸始末をします。同じところに針を入れます。で、糸を途中まで引き出して鎖を一つ、同じところに中長編み、中長編みを続けて往復編みをしていきます。隣にも中長編み、一つの目に一つの中長編みで反対側まで
編んでいきます。反対側の模様のところまで編んでいきます。反対側まで来ました。こっちでも右の引き上げ編みの上に中長編み、これが最後の中長編みになります。これで背中だけの部分の1段目が終わりました。次の段を編んでいきます。ちょっとゆったりめの鎖1つで裏返します。鎖の根元に中長編みでマーカー、隣にも中長編み、ここからまた端まで一つの目に一つの中長編みを編んでいきます。始めたところまで編んでいきます。背中だけの部分を4段編んだら糸を切って終わりにします。鎖一つを編むようにして15センチぐらい、もう一方の長い糸も切ってよかったので、こっちも鎖一つを編むようにして糸を切ります。毛糸玉につながっている方、これをまた15センチで、次はベージュの部分を編んでいきます。ここで一旦白を終わりにします。次は前の模様のところと今編んだ背中だけの部分の角を鎖編みでくっつけて輪にします。ここが腕が通るところ、ここだとちょっとゆとりがないので鎖編みをしてこうくっつけます。後ろは今編んだ背中だけの部分の中長編みの頭、手前はこの2本の引き上げ編みの右の方の上、ここの上から次から数えて1、2、この引き上げ編みの隣から1、2、こことここをくっつけます。でまず後ろのところ、背中のところ、角に針を入れてベージュの糸15センチぐらい残して後ろに添えて糸を出してしまいます。でこれは後で針で糸始末をします。同じところにもう一回糸を出して鎖編みをします。今回私は鎖10目にしようと思っています。で10目で1回くっつけてみて、それで1回袖を通してみて、それから緩いかきついか確かめてこの鎖の数を調節します。まず鎖を10目、
でくっつける方、前の模様のところ、引き上げ編みの一番右側の方から2つ離しています。で、上から針を入れたいと思います。で、糸をこっち側に持ってきて、引き抜きます。糸を切るので鎖一つで、また糸を15センチぐらい残して、でこれが腕が通るところになります。で、反対側は同じように編んでいくんですが、こっちの模様の左側、右側で、そこから数えて1、2、2つ目に鎖編みをしています。ここから10目で角の目、同じように編んでいます。で、ここで1回また腕を通してみて緩さを調節します。もうちょっと緩い方がいい時には鎖の数を増やして編んでいきます。これで良かった場合は、ここからベージュの糸でぐるっと往復編みをしていきます。合わせる時にこっちを上にしたいので、下になる方からスタートして編んでいきます。こう編んで鎖で、また背中の方、腕が通るところは編まないで、それ以外で往復編みでずっと編んでいきます。こうで、角から始めます。来た状態から見て、こっちは左、下になる方から始めます。端の目に針を入れて、ベージュの糸、同じところに針を入れて、鎖一つと同じところに中長編み、今までと同じです。で、次の目にもずっと同じ感じで、一つの目に一つの中長編みを続けていきます。で、とりあえずこの鎖の手前まで編んでいきます。鎖編みの手前まで来たら、鎖の出ているところにも中長編み、鎖にも中長編み、この時に鎖のこの糸が3本あるうちのこっちが2本、こっちが1本、この間に中長編み、次も同じように2本、次も一つの目に一つの中長編みを続けます。最後の鎖にも中長編み、次は白いところの角、
からこの白いところを一つの目に一つの中長編みで反対側までくるっと編んで、鎖の上にも同じように編んで反対側の端まで編んでいきます。26段編んできました。長さは約29センチ、ここが29センチでこっちは31センチぐらい。これも好きな長さに調節してください。で次は糸端を始末して縁を細編みで一周して終わりです。今ここに糸端がいっぱい出ている状態だと思うんですが、これを1本ずつ内側に隠していきます。編みくるんでいくと分厚くなってしまうので面倒なんですが、針で一本一本隠していきます。他は始末したんですが1本だけ残していて、これからやってみます。白は白のところに隠します。であんまりギュッとすると突っ張って縮んでしまうので、適度な緩みにしてからこの部分に隠そうと思います。ここに白い糸がこのベージュの中を通っているので、ここに隠した方がやりやすいと思います。でここに行く前にちょっと行ったり来たりして、で最終的にこの中を通ります。あんまり行ったり来たりすると分厚くなってしまって、それもちょっと目立つので、なるべく少なくて止まる感じでやっていきたいと思います。で全部を、始末してしまったら細編みで一周します。今糸が出ているところ、長い糸がつながっているところから始めます。と表を確認して、この模様が表なので表を手前にして
上にして、でこう編んでいきます。最後の段が終わったところ、鎖一つ裏返して、鎖の根元に細編みを一つ、一つ目にマーカーをつけておきます。ここから一つの目に一つの細編みを編んでいきます。これでずっとこの反対側まで編んでいきます。端まで編んできました。最後の目に細編みを3つ、最後の中長編みの頭、1、2、3で、ここからこのベージュの1段と白の1段、この2段の間に細編みを3つ入れていこうと思います。こっちも2段に3つ、2段に3つ、大体で様子を見ながらそれぐらいの間隔で細編みをしていこうと思います。でこのベージュのところには2つ入れていこうと思います。でこっちは1つ。まずベージュの上のところ、中長編み2本編んだ上の方に1つ、次はこの下の方、2本の下の方で、白いところの真ん中らへん、こっちが2本でこっちが1本になるようにします。こっち側2本で、次またベージュのところには2つ、で真ん中らへん、また白いところでベージュ、これぐらいの感じでやっていこうと思います。でこれでずっと編んでいって、この襟の角の手前まで続けていきます。この白いところでも2段に3つぐらいで編んでいきます。首のところまで来ました。角の目には細編みを2つ、この目に細編みを2つで、伸びてしまうので1つ目を編むときに長い糸と編み地の
間を通ってこの糸端を向こうに寄せておきます。でこのまま1つ目、次は2つ目で、今度は長い糸と編み地の間を通って手前に寄せておきます。で2つ目、ここからは1つの目に1つの細編みで、この糸端は編みくるんでいきます。ある程度編みくるんだら糸端を外して、でこの増し目をしたところでは1回減らし目をしていきます。この増し目をしたところ4箇所あるので1箇所ずつ減らし目をします。で減らし目は糸を出してその隣からも糸を出して、これを一度に引き抜きます。これで減らし目、この V の字の延長線上で減らし目をしました。次からは一つずつで、また V の字の延長線上に来たので、こことここで減らし目、で一度にこれで減らし目、次からは一つずつで、これからも減らし目をして、角では2つ、角の目には細編みを2つで、また斜めのところでは2段に細編みを3つで、ここまで編んでいきます。ぐるっと編んできてスタート地点まで戻ってきたら、最初の細編みの入っているところに細編みをあと2つ、これでこの目に細編みが3つ編んだら15センチぐらいで糸を切ります。とじ針で始末します。今マーカーのついている隣の細編みに手前から向こうに針を入れます。で、最後の細編みの頭に戻ります。こうしてからで、ここに入れながら
ついでに下の編み地も通ります。で、今渡した糸が一目のように見えるように大きさを調節します。これで糸がつながりました。あとは裏で隠して終わりです。これで出来上がりです。出来上がりのサイズはこんな感じです。上から下までが55センチ、上の方は約26センチ、下は29センチ、首周りは約53センチ、袖のところは約31センチ、一番広いところは約106センチ。着てみたらすごくゆったりしていて疲れない感じでした。で、使った糸は白い方が6玉、ベージュの方が2玉。この組み合わせがすごく可愛くなったと思います。最初ベージュをもっと太く編んでいたんですが、これに直してこれで良かったと思っています。で、他に形もこの袖の長さも襟のところも、あと前下がりのところもすごく可愛く出来上がりました。で、特にこの状態よりもちょっとこう腕を組んだりとかした時に、前に寄った時にこの部分が鳥の羽みたいになって可愛くなりました。今回のように長いものを編んでいるとどうしても編み目が斜めになっていてこうちょっとねじれているんですが、使っているうちに多分マシになっていくと思います。これがどうしてもこう曲がるんですが、着ていくと自らの重さで治ってくると思います。すごく可愛いのでよかったら作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。